こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は新しく創設される教育訓練休暇給付金についてご紹介をしていきたいと思います。こちらは2025年10月スタート予定ということになっております。今、政府はですね、非常に従業員の教育、そして自律的な学習というのを推進をしている。リスキリング、リカレントといったものになりますけれど、それを後押しする制度として教育訓練休暇給付金制度というのを創設をしましたので、こちらについて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、少し名前が紛らわしいですが、教育訓練休暇給付金制度の概要についてまず見ていく。そして、この教育訓練休暇に関しては、会社を休んで自ら学ぶということになりますので、この自ら学ぶということに対して、今現状教育訓練として会社はどのような対応をとっているのかといった現状について見ていって、教育訓練に関するその他の助成金いくつかありますので、そちらをご紹介をして、最後に注意点とまとめという形になります。令和6年、2024年通常国会で雇用保険法改正になりまして、新たに設けられたのが、教育訓練休暇給付金という制度になります。こちらは施行予定としては2025年10月1日を予定をしております。この内容についてですけれど、まず、政府は労働者が自発的に学んでほしいという希望がありまして、ただ、労働者は自発的に学ぶ、そのために会社を休んだ場合、生活不安があるということで、この休んでいる間の生活費を支援をするためのものとして、教育訓練休暇給付金制度というのを作った。この制度はですね、雇用保険の被保険者が教育訓練、自ら学ぶために休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として賃金の一定割合を給付する制度という形になっております。支給される額につきましては失業保険ですね。基本手当と計算ロジックは同じという形になりますが、どのくらいもらえるのかというと、給付内容については90日、120日、150日と、非常に長期を想定をしている給付金制度という形になります。この給付金をもらうためにはですね、雇用保険の被保険者期間が5年以上という形になりますので、中堅以上の方がまた自ら学び直すために、こちらを使うという形になります。そして自ら学ぶために休暇を取る。そちらは無給であることという前提ですけれど、そのために休暇を取って5年以上の被保険者が学んだ場合には、そこの給与に関する部分の一部を補填をするという形になっております。こういったように長期に会社を休んで自ら学び直すということを前提とした給付金なんですけれど、この従業員の学び直し、休暇の取得に対して、今現状企業ではどのような対応をとっているかというところですけれど、教育訓練の現状というのが、能力開発基本調査というのが厚生労働省から出ておりまして、取り上げてみたいと思います。今現状従業員のオフ JT および自己啓発の支援をしている会社というのは全体の 54.6% という形になっております。そして従業員がオフ JT および自己啓発で学んだ時の企業側の支援としてどのくらい支出しているかというと、従業員1人当たりの平均でいくと、オフ JT では1万5000円程度。自己啓発においては3000円程度支出負担をしているというデータが出ています。
政府はですね、今回の給付金を作ったそもそもの目的としては、やはりリスキリングの推進、あとはリカレント学び直しといったところ、従業員が自ら自発的に学んでほしい、学ぶ習慣づけを行ってほしいといったところから制度を導入しているわけですけれど、この休暇の期間に関しましては、90日、120日、150日というふうに長期を想定をしている。一方で会社をそのぐらい長期で休まなければいけない。会社には学び直しのための休暇の制度があるのかというと、教育訓練休暇制度の導入割合を見てみますと、全企業の8% ほどしか導入をしていないといったことが、実は法改正した後に分かりました。この教育訓練休暇制度を導入している企業割合は 8% しかないんですが、なおかつこの導入企業の中の 72% においては、長期休暇。長期というのは30日以上を前提としていますけれど、30日以上の連続の休暇は取得できないという形になっておりますので、教育訓練休暇給付は90日からとなっている一方、8% のうちの 72% は30日未満しか休暇が取得できないといったなかなか制度の活用が難しい企業側の現状というのが見えてきました。では 8% しか導入をしていないこの制度ですけれど、では、未導入の企業の理由ですね。導入しない理由に関しては、やはり一番多いのは代替要員の確保が難しい。90日、120日、150日休まれては代替の要員が見つからないと。さすがに人手不足といった状況で、育児介護による休暇といったところも、休業もありますので、そういった要員の確保で大変な中で、学び直しで休まれてはといった企業側の事情も見て取れるといった状況。でその他ですね、この教育訓練休暇制度をそもそも知らないという会社、そして労働者から要望がないから、この制度の導入のメリットを感じないという企業も多いということで、なかなか新しく作られた給付金の要件と企業側の事情がマッチしていないといった状況になり、今後ですね、何かしら対策を打っていかないといけないのかなというふうに考えております。この給付金制度、10月からスタートではありますけれど、その他にもすでにスタートをしている教育訓練に関わる助成金というのもあります。2つほどご紹介をしていきたいと思いますけど、やはり一番多くの会社が使っているのが人材開発支援助成金ではないでしょうか。こちらはですね、全部で4コースありまして、一部は期間限定というふうになっているものもありますけれど、人材育成支援コース、そして教育訓練休暇等給付コース、そして人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コースという形で、この2つ目、教育訓練休暇等給付付与コースというのがありますけれど、こちらの休暇に関しては、制度導入をして、かつ有給の休暇という形になっておりますので、先ほどの休暇給付金とは少し違うという形になっております。またもう一つはですね、2024年10月から一部拡充されておりますけれど、昔からありますけれど、教育訓練給付と言われるもので、こちらはですね、大きく3つに分かれてきます。専門実践教育訓練と言われるものと、特定一般教育訓練、そして一般教育訓練と言われるもので、専門実践につきましては上限64万円で最大 80% まで支援。そして特定一般に関しては上限25万円で最大 50% までの支援。そして一般教育訓練。こちら一番よく使う方が多いかと思いますけれど、上限は10万円で 20% まで補填をしてもらえるという形で、こちらもですね、従業員の学び直しに対して一部拡充がされている。この教育訓練給付につきましては、もう検索システムがあって、土日でも OK、そしてオンラインでの受講も OK となっておりますので、何か学び直しをしたいという方は、こちらの検索システムで探してみるのも良いかと思います。そして最後に注意点とまとめです。教育訓練休暇給付金ですけれど、こちらはですね、雇用保険の被保険者であり、なおかつ5年以上という前提があります。ただしですね、
雇用保険の被保険者に関しましては、雇用保険の要件を満たしていない方に関しても、最大年間で240万円の融資制度も用意をするということになっておりますので、雇用保険の被保険者でなくても、この制度を使える可能性があるという形になります。最近はですね、リスキリングといったところは強く叫ばれておりますけれど、このリスキリングをすれば即生産性向上に寄与するかというと、そうではないというデータも最近はちらほら出てきているといった状況になっております。やはりですね、生産性向上、能力アップも大事なんですけれど、やはり従業員自ら自発的に自律的に動くといったところが一番大事というふうに最近は考えられております。自律的自発的な学びというのが生産性向上に寄与するので、そのためには多様な人材が安心して働ける環境づくり、そして個々が尊重され能力を発揮できる今注目の D&I 経営というのは不可欠になってきますので、この D、ダイバーシティ、I、インクルージョン、この組織開発への取り組みというのが必要になってくるかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。